僕の後ろにこれ見えていると思いますが、建物がですね大きく崩れています。わかりますかね。弾丸の跡、銃痕の跡ですかね。うわー、すごいですね。全部使われなくなった車です。山積みにされてる。アルカイダと名乗る人たちが入ってくるんですね。市場で爆弾やったりタクシー爆破したり。イラク西部に広がるアンバール県。2003年のイラク戦争、そしてその後の米軍占領時代には最も激しい戦闘が繰り広げられ、イスラム過激派の拠点にもなった地域です。現在も外務省が出す渡航情報では最高レベルであるレベル4退避勧告が続いています。あれから20年以上が経った今、かつて世界で最も危険な地域と呼ばれた場所は今どうなっているのか、その状況を確かめるため現地に足を運びます。どうも皆さんこんにちは、原カンタです。現在はイラク西部のアンバール県ラマディに来ています。ラマディは2003年のイラク戦争以降、アメリカ軍とイスラム武装組織の間の激戦地の一つとされ、2006年にはイスラム過激派組織イスラム国の母体となった組織が台頭した場所でもあります。このラマディでは現在現地の人たちはどんな生活を送っているのか、イラク戦争のその後を見ていきたいと思います。高藤さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介お願いしてよろしいですか。はい、クリステルプロジェクト代表理事の高藤奈穂子です。よろしくお願いします。今私たちがいるラマディはどういった場所でしょうか。2003年のイラク戦争以降、米軍の占領に抵抗する人たちがアンバールから台頭していったわけですけれども、その中心地の一つですね。なぜそういう、過激派が台頭してしまったのかっていうところがなかなか日本でも詳しく報道っていうのがなかったので、そのあたりとかをいろいろ見ていけたらなというふうに思います。イラク戦争の激戦地だったこの歴史が分かる場所を回りながら、はい、その背景について詳しく見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。街をね走っていると、時々壁に大きな穴が開いたりとか剥がれていたりとか、あと屋根がねぶっ壊れていたりとかする場所があるんですけれども、ああいうのは2014年頃にISIS、日本語だとイスラム国って言われてましたけれども、そのイスラム国の掃討作戦の時にですね、イラクの政府軍とかが空爆とかをして、その時の戦闘の爪痕っていうものが未だに残っているみたいですね。このアンバール県、このラマディとかはですね、イスラム国がですね、モスル、来週以降行くんですけれども、モスルとかを占拠する前にこのラマディは占拠されていたみたいで、そのイスラム国を掃討するためにですね作戦が行われて、その爪痕っていうのが未だに残っているみたいです。このラマディはイラク北部のモスルよりも先にイスラム国に占拠された地域なんですね。そうですね。2013年の終わり、2014年のお正月でしたね。ファルージャとラマディがあっという間に IS に占拠されていくんですけど、日本の方にはとてもちょっと複雑な話になっちゃうんですけど、簡単に言うと2003年に米軍がサダム・フセインの独裁政権から助けてあげるよということで来るわけですね。で、サダム政権が倒れます。ところがその占領政策の中であまりにもひどい扱いをイラク人にすることによって罪状もないままにみんな男の人たちが連れて行かれて拷問を受けるみたいなことがありましたよね。昨日のアブグレーブ刑務所でのこともそうですけど、それでそのアメリカの占領軍に対する不満が高まり、そこからその米軍に殺された遺族を中心に武器を持ち出して、これがイラクの抵抗勢力レジスタンスです。で、そこにその世界各地から近隣国からアルカイダと名乗る人たちがそこに加勢するような形で入ってくるんですね。レジスタンスに俺たちが手伝ってやるみたいな感じになって、レジスタンスもあの有名なアルカイダが来たということで、我々も100人力だみたいな感じになるんだけれども、なぜかそのアルカイダは街中で爆弾やったり、市場で爆弾やったり、タクシー爆破したりみたいなことをやるので、死んでいくのはイラクの一般市民が圧倒的に多いということで、アルカイダたちは何しにイラクに来てるんだということになり、あっという間にたもとを分かつわけですね。で、これで大きな構図としてイラクの地元の抵抗勢力レジスタンス、それからアルカイダ系、それからアメリカ軍とこういうふうに三つどもえの戦いになり、イラクのそのレジスタンスは要するに両者と戦わなきゃいけない、アメリカとも戦わなきゃいけないし、アルカイダとも戦わなきゃいけないっていうこの構図ができちゃうんですね。これがあってアルカイダはどんどん力を失っていき、シリア・イラク国境の方にどんどん押しやられていくんです。
ラマディからもう数百キロ先ですけど押し合えられていく。でそこで潜伏しているんですけれども、2011年にシリアで内戦が起きる。でそこに彼らは加勢していくんですね。そこでいろいろ爆弾事件とかシリア政府に対するあれとかいろいろやって、そこでメンバーを増やしたところで2013年にイラクに舞い戻ってくるんです。でその時に我々はアイスルだ、ISIL だみたいなことを言ったり、アイシスだみたいなことを言ったりして戻ってくるんです。その時アンバールは政府軍からの迫害がもうとにかくパルージャ、モスル、ラマディこの辺りがものすごい政府軍の迫害を受けてたんですね。報道も全然してくれないっていうような状況で、誰も助けてくれる人がいないような状況、ただただ迫害を受けている、政府軍からの迫害を受けているところに IS がシリア内戦で力をつけてまた戻ってきた。その時に殺されたその人たちの遺族、あるいはその夫を失った女性とか子供たちにお金をね、あげたり、お見舞い金みたいなものを女性たちに、未亡人の人たちに配ったり、子供たちにお金をね、サポートしたり、いろいろ面倒を見てあげたりみたいな。そういう風にして、あっという間に人心掌握成功するんですよ。で、人心掌握成功して、その助けられた人たちは IS というすごい人たちが来たと。これで我々も解放されるみたいな。そういう感じになって、アイシスはイラクで一気に支持を広げてしまうことになるんです。で、支持を広げた形でファルージャを取り、モスルなんかも北部の方でモスルは散々政府軍に迫害されていたので、IS が来た時に、なんか聞くほど悪い人たちじゃないんじゃないっていう感じになり、あるいはその元々のイラクの旧バースト員と言われるサダム政権時代の旧バースト員の人たちもアイシスと共闘して政府軍からモスルの人たちを救おうみたいな、そういう感じで最初一緒になってるんですよね。で、それでモスルの人たちも安心して、あの人たちも一緒だったら大丈夫じゃないみたいな感じで、やっと解放されたよみたいな感じになるんですよ。で、恐ろしい恐怖の検問所も拷問されるようなこともなくなって、で、なんかしばらく10年ぶりに道路を普通に歩けるよみたいな、そういう感じになってたんだけれども、しばらくすると IS が手のひら返して恐怖政治を始めると。なので本当にイラクの市民は翻弄されまくるんです。一緒にいるワセックが、彼はファルージャに住んでたんですけど、彼はね、こういう風に言ってましたね。アメリカ軍も、イラク政府軍も、アルカイダも、IS も、どれも皆助けに来ましたよと言って近づいてくるところが、どれも皆我々を殺すばかりであるという風に言ってました。で、本当にこれって真実をついてるなと思うんだけど、本当にそういう形で最初、すがるしかない状況になっている。もうイラク軍に迫害される状態っていうのがずっと続いている中で、誰かに助けてほしいみたいな、そういう中で入ってくるのが米軍だったり、アルカイダだったり、IS だったり、政府軍だったり。でも結果的には人々が殺されるっていう。ちょっと複雑ですけど、こんな感じです。今はですね、ラマディの中心地を出発して20分ぐらいドライブしてきた場所なんですけれども、僕の後ろにこれ見えていると思いますが、建物がですね、大きく崩れています。これも2014年のですね、多国籍軍によるイスラム国掃討作戦の時に、空爆をはじめとして戦闘で破壊された建物がですね、今もこのように残っています。話を聞いたところによると、もう本当に崩れかけている場所なんですけれども、こういう場所にもね、まだ人が生活しているらしいです。わかりますかね。本当に破壊されていて、もう完全に瓦礫と化しているような建物が今も残っていますね。で、向こうの方の建物のね、壁とかわかるかな、見てもらうとわかると思うんですけれども、弾丸の跡、銃痕の跡ですかね、そういうのもちょっと見えたり、壁が剥がれかけていたりとか、こっちの方もかなり建物が破壊されていますね。ただね、電気が微妙についているのがわかるので、ここにもね、おそらく人が生活しているんじゃないかなというふうに思います。いや、ラマディね、かなり気温は暑いです。今撮影しているのが今11時過ぎですけれども、すでにこの時点で気温35度ぐらいあって、すごい乾燥していますね。だから本当にちょっともう想像になりますけれども、イラク戦争の時とか、それからイスラム国掃討作戦の時とか、そういう時もね、地元の人たちが空爆とかから逃げるために外に逃げたりとか、避難所生活とかしてたと思うんですけれども、5月でね、まだこれで8月とかになるともう40度ぐらいいくらしいので、もうそんな過酷な環境の中でね、現地の人たちが戦争から逃げ回っていたってことを考えると、本当に大変な時期があったんだなっていうことが想像されますね。
今外で撮影してたらカメラが熱暴走でまた止まっちゃいましたね。イラクはね、湿度がすごい低いんで、もうこの辺りもかつてはね、全部砂漠だったエリアみたいなので乾燥してるんで、日本の夏と比べるとね、蒸し暑さというか、もうムワっとするような、だるくなるような暑さっていうのは全然ないんですけど、ただやっぱりね、日光がすごい強いし、気温自体もすごい高いので、外で撮影してるとね、カメラに直射日光が当たってカメラが壊れないように、ある程度温度が上がると自動で落ちるっていう、そういう機能がついてるんですね。なのでね、外で連続で撮影できるとしても、10分が限界っていう感じかな。そういった意味でもね、イラクの取材の難しさがありますね。本当はもっと外でね、カメラ回し続けて話したいこといっぱいあるんですけれども、そういう意味でもね、イラクの取材難しさがありますね。今私たちは砂漠の中にある高速道路をひたすら走り続けています。どこまでも砂漠が続いています。ただね、電柱とかも立ってるし、ところどころに工場とか、民家はないかな。でもなんか建物とかもね、ちらほらあるので、コンテナとか、こういったところにはまだ生活している人たちがいるみたいですね。ここから1時間弱かな、50キロ先にあるヒートというですね、街に今向かって移動しています。このまま移動を続けていきます。今走ってたら砂漠の中に大量の車のゴミが出てきました。これわかるかな？すごくないですか？すごい光景ですね。これは全部車のゴミがここに捨てられているみたいです。すごい景色ですね。これはイラクはね、日本車の、トヨタとか日産とか、そういうのもたくさん走ってるんですけれども、今日韓国のね KIA、キアとか、あとはヒュンダイとかもすごい走っているんですけれども、使われなくなった車がここで全部捨てられているみたいです。うわ、すごい景色。うわ、すごいですね。全部使われなくなった車です。山積みにされてる。今ですね、大量の車のゴミが山積みにされてましたけれども、イラクでは新車を1台購入するとき、海外から輸入して新車を1台購入するときに、古い車を1台持って行って交換しなきゃいけないっていう決まりがあるらしいですね。で、それはね、やっぱイラク国内の車の数がすごく多いみたいで、そのイラクの中の車の数をですね、減らすために、そういう取り組みが行われているみたいです。あそこにある車のゴミっていうのは、リサイクルの工場に一部はね、売られて、そこからリサイクルして、新しい鉄を作ったりとかっていう取り組みも行われてるみたいなんですけど、やっぱりイラクね、今ゴミの問題がすごい、深刻みたいです。これまではね、戦争とか、イスラム国とかの影響で、そんなゴミ問題とか環境問題とかあまり考える余裕なかったかもしれないんですけれども、やっぱりイラクの情勢が落ち着いて、みんなが豊かな生活をし始めてきている今、このね、車のゴミの問題とかもそうだし、プラスチックのゴミの問題もそうだし、やっぱこれからイラクがさらに経済が安定して、人々が豊かな生活をしていく段階においては、このゴミの問題がね、すごい今深刻に、考えられているそうです。今僕らが走っている道の上を横にね、高速道路が走ってるんですけれども、これ右の方に行くとファルージャとかバグダッドの方に行って、左の方に行くとヨルダンとか、そしてシリアですね。最近までずっと内戦が続いていて、皆さんもねニュースで聞いたことあると思うんですけど、この高速道路の道をずっと行くとシリアに行くそうです。今ね、シリアも内戦がちょうど終わったところで、ただね、まだやっぱり不安定だって言われてるのでね、取材ができないですけれども、シリア内戦はね、僕も学生の頃からずっとニュースで見ていて、すごい個人的にもいろいろ考えさせられた国なのでね、いつか取材をしてみたいなっていうふうには思います。今ですね、ちょうど検問所を通り過ぎました。検問所はね、軍人の方がすごいたくさんいるんで、銃を携帯した軍人の方がたくさんいるんでちょっと映せないんですけど、今僕らがいるアンバール県はですね、このイラク戦争後の反米武装闘争の発端になってた地域だし、それはちょっと今検問所通り過ぎたんで、ちょっとそっか
なんとか無事にね、検問所通り終えました。アンバール県は反米武装闘争のね、発端になっている地域ですし、その後イスラム国にこう占領されたような地域でもあるので、未だにですね、イスラム国の残党とかもね、やっぱ残っているみたいなんですね。なので、いろんな場所にこう検問所が設置されていて、その度にこう身分証明書の提示とか、僕らも今パスポートを渡しましたけれども、身分証明のこう提示とかをやんなきゃいけないっていうような感じで、特にこう首都のバグダッドとかに暮らしている人からすると、アンバール県はすごいこう、良くないイメージとか、やっぱ危険なイメージが未だにあるみたいで、車で走ってるとね、そんな危険なこととかあまり感じることないんですけれども、イラクの人たちでもアンバール県という場所に対してこう危険なイメージを持っている人も多いみたいで、こういうね、検問所がたくさんあるのはアンバール県の特徴だと思うので、ちょっと緊張感あるんですけれども、引き続き、取材続けていこうと思います。今右側にはですね、かの有名なユーフラテス川が流れています。ちょっと見づらくなっちゃったかな。でもやっぱ川のね、すぐ横にはね、デーツの木もたくさん生えているし、ちょっとね、緑が出てきたような感じですね。ずーっと右側も左側も砂漠の景色がついていましたけれども、少し緑が出てきました。はい。映るかな。ヒートまであと10キロです。このまま走り続けていきましょう。今、ヒートという街の中に入りました。街のね、入り口のところにもやっぱり検問所みたいなものがあって、止められはしなかったんですけれども、軍人さんがね、銃を携帯して椅子に座って、タバコふかしてましたけど、街の入り口のところにはそういう検問所があるみたいですね。銃禁止みたいなマークも書いてありました。はい。ヒートはね、すごいこう古代から1200年前ぐらいからある街みたいで、すごい歴史のある街みたいですね。ただこの街もですね、イラク戦争の時にはファルージャとかラマディと同じく反米武装闘争の拠点になって、IS が一時的にこう掌握したこともある場所みたいなので、現在どういうね、生活を送っているのか、そういうこう歴史を知るとあまり想像できないんですけれども、比較的街はなんかすごい落ち着いている印象ですね。三輪オートリキシャとかも走ってますね。かつて地獄の戦場とも呼ばれたイラク西部アンバール県。次回の動画では市長との面会の様子をはじめ、イラクが歩んできた戦争の歴史、そして今そこに生きる人々の暮らしにさらに深く迫ります。チャンネル登録がまだの方はぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いします。海外で活躍する日本人や大手のメディアでは知れない世界の実情をもっと知りたいという方、ハラカンタの YouTube 活動を応援していただけないでしょうか。ハラカンタの海外取材は、ハラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様のご支援によって成り立っています。もし、ハラカンタの活動を支えてくださる方がいらっしゃいましたら、ご無理のない範囲で構いません。マンスリーサポーターになっていただけないでしょうか。一口1000円からご加入いただけます。少しでも興味のある方、概要欄のリンクからサポーターズクラブのホームページをご覧ください。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。